こんにちは、東北キリタンです。今回の動画は、チェスのタクティクス問題で、相手の応手を考えるときに役立つ CDR ブロックについてです。CDR ブロックとは、ウプ主が作った造語で、カウンターアタック、ダイレクトディフェンス、ランナウェイ、ブロックの頭文字から覚えやすいように CDR ブロックとしたものです。カウンターアタックは反撃する手。ダイレクトディフェンスは攻撃された駒を直接守るような手。ランナウェイは駒を逃がす手。ブロックは相手の攻撃を駒を使いブロックする手です。参考局面でそれぞれについて説明していきます。B チェスのタクティクス問題で白先手の局面です。この問題についての解説は次回の動画で行いますので、今回は CDR ブロックの内容に絞ってお送りいたします。さて、この局面で初手はいくつか考えられますが、初手、ビショップ D5 とした時に、黒はどのような応手を指してくるか、CDR ブロックで考えてみましょう。ビショップ D5 で、ルーク A8 とナイト E4 にフォークがかかっている状況です。カウンターアタックは反撃する手ですが、どのような反撃の手が考えられるでしょうか。動画をストップして考えてみてください。私が思いついたカウンターアタックの手は、ビショップテイクス H2 チェック、クイーン H4、ナイトテイクス F2、ナイト G3、ナイト D2、ナイトテイクス C3 の6つです。ナイトを動かすカウンターアタックは無効に思うかもしれませんが、時にこのような手が最善手となる場合もあります。候補に入れるだけなら時間はかかりません。ナイトを動かす手を少し先まで読んで、ダメならすぐ候補から外します。ビショップテイクス H2 チェック。キングテイクス H2。クイーン H4 チェック。キング G1 はビショップを失いますが、ルーク A8 を逃がすことはできます。黒初手、クイーン H4 は、次に、メイトのスレッドがありますが、G3 で、その狙いを阻止できます。スレッドは、相手に脅威を与えるような狙いの意味です。以上のことから、黒のカウンターアタックはどれも無効ですが、それらのカウンターアタックを考えたことは、無駄にはなりません。ただし、持ち時間が短いゲームでは、そこまで考えている時間はないでしょう。次に、ダイレクトディフェンスについて考えます。ビショップ D5 で、フォークがかかっているため、直接駒を守るダイレクトディフェンスの手は、この局面ではありませんが、例えば、白が初手にルーク E1 とした場合は、ポーンを F5 に動かしたり、クイーン H4 でナイト E4 を守る手は、ダイレクトディフェンスになります。その手が良いかどうかは別問題として、続いて、ランナウェイについて考えます。ランナウェイは、コマを逃がす手で、英語だと、エスケープの言葉を使うことが多いかもしれませんが、CDR の語呂がいいため、ランナウェイの言葉を使ってます。ビショップ D5 でフォークがかかっているため、この局面では、ルーク、またはナイトを動かしても、どちらかの駒は取られてしまいます。この局面ではないですが、駒を逃がす防御手段が有効な場合は結構あります。最後に、ブロックの手を考えてみましょう。ブロックは、相手の攻撃を駒でブロックすることで、この局面では、ポーン C6 とするのが、ブロックの手になりますが、フォークがかかっているため、その手は無効です。以上で、CDR ブロックのそれぞれについて説明をいたしました。一つ補足しておくと、相手の応手は CDR ブロック以外の手もあること。タクティクス問題を解くときに CDR ブロックを考えることは有効ですが、
エンドゲームやストラテジーを考える局面では、CDR ブロックとは異なる方法で、相手の応手を考えなければなりません。以上となります。今後、タクティクス問題を解くときに、CDR ブロックをぜひご活用ください。次回の動画で、先ほどのタクティクス問題を最後まで解説いたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。